はい、皆さんこんにちは。今日はまたワンピースについて話したいなと思うんですが、これを聞いたらワンピースがきっと見たくなる、読みたくなるっていう話ができたらなと思います。ワンピース全く興味ないというか、アニメ全く興味ない人からしたらね、つまんなそうって思うからきっと聞くのやめちゃうかもしれないんだけど、ぜひね、アニメは好きだけどワンピースは見たことない、見てみたけどハマらなかったとか、見てみたい、そういう人はぜひ聞いてほしいなと思います。ネタバレはしないんでね。やっぱ最近、改めてワンピースの凄さを実感したことがあって、ワンピースって世界一の漫画じゃないですか。なんで世界一かっていうと、累計発行部数世界一のねギネス記録を持ってて、今もずっと更新をしてるんだよね。で世界中で人気の作品ということで、やっぱり世界一の漫画は何ですかってなったらワンピースだと思います。ネットで調べてもね、ワンピースって出てくると思います。で、私の中でもワンピースって特別な漫画で、好きな作品にね順位はつけないんだけど、ワンピースっていうのはやっぱり固定で、私の人生には欠かせないものっていうぐらい大好きなんだよね。で12月、今月の頭にワンピースベースショップっていう新しいワンピースの公式のお店がオープンして、新宿のマルイに入ってるんだけど、ワンピースってね専門のショップ他にもあるんですよ。渋谷、原宿にだってあるし、でさらに新宿の、ワンフロア全部がワンピースベースショップっていうことで、すごいよね。で予約した人しか行けないんだけど、それが初日、トラブルがあって、予約制だったんだけど人が来すぎちゃったんだよね。人を取りすぎちゃった、抽選で当たった人が多かったっていうことで、もうレジもねほんと 2,3 時間待ちとかで、丸いのビル閉まる時間になってもレジが終わらなかったっていう風に見たんだけど、で結局もう初日以降2日目からグッズは買えませんっていう風にね、その1日目の夜中に公式からメールとか、あと SNS の発信があって、やっぱすごいワンピースファンからしたらやっぱショックだったし、これから行く人にとってはね、特に本当遠方からさ、飛行機とかホテルとか取っていく人もいたから、ね、そのグッズが欲しくて行くのに一切買えませんっていう、後で通販で買えるんだけど、今もまだ買えないんだけどね、その体制が整ったらみたいな形でそれでちょっと荒れちゃったんだけど、私もね、大変だったなーって、大変だったんだなーって思いながら見てたんだけど、改めてワンピースってすごいなって思って、平日初日ね平日だったんだけど、そんなに人やっぱ行くんだなっていうふうに思って、でも行った人はもう20万とかお金使ってすごい買ってるんですよね。全部やっぱワンピースマニアの人っていっぱいいるから、そういうのも見てて、やっぱりワンピースの人気ってすごいんだなと思って。で私もそのワンピースベースショップは次の週に行ったんだけど、でもねグッズ買えないから人はそんなにいなかったですね。やっぱり抽選で当たったけどやっぱ行かないって人もいたと思うんだけど、それでも見てるだけですっごい楽しかったけど、やっぱりワンピースね、その世界中にファンがいるし、渋谷原宿のお店とかね、もうほとんどが海外の方ですね。であとは年齢層もね、ちっちゃい子からもう結構年配というか、年上の方たちも、あとは男性も女性も、男性の方が比率的には多いのかもしれないけど、本当にいろんな人から愛されてる作品なんだなっていうふうに思って、ワンピースはね、ジャンプではまだ続いてるし、もうついにこの間ヒロアカ
僕のヒーローアカデミアっていう漫画があるんだけど、漫画は1年前に終わったんだけど、アニメはこの間終わっちゃったんだよね。だからね、ほんとジャンプ大丈夫かなっていう、もうやばいよ、ワンピース終わったらジャンプ大丈夫っていう感じなんだけど、まあそれぐらいねワンピースがすごい作品ということで、やっぱり私ワンピースを見ないと人生損だよとは言わないんだけど、こんなに世界中で人気の作品だからちゃんと見れば絶対心打たれるんですよね、ワンピースは。でもちゃんと見なかったり、真剣に見なかったり、意味がわからないまま進んじゃったり、あとはその時のね、なんだろうな、コンディションとかにもよるよね。なんかいいコンディションでゆっくり見たら絶対に、ワンピースとか、あとはまあ本当ね、一般的に人気の例えば進撃の巨人とかナルトとか、そういうのはやっぱハマるはずだとは思うんだけど、いろんな人いるからね、もちろんハマらないこともあるとは思うんだけど、ワンピースは何が面白いかっていうと、本当にワンピースって今100何巻まで出てるんだけど、アニメもね1000話以上やってるんだけど、1巻から出てるキャラクターってもうほんとすっごいいるね、もうかなりいるんだけど、その一つ一つのキャラクターね、全員重要人物っていうぐらい、話のもう後ろの方というか、そういうのにも出てくるし、もうそこがやっぱり作者の小田先生のすごいところで、キャラクターもそうだし、話自体ね、ワンピースっていうのは主人公のルフィがね、ワンピースを探して、ワンピースを見つけて海賊王になるっていう夢があって、それに向かって冒険をしてるんだけど、やっぱり主人公に明確な目標とか信念がある作品って、一貫しているから面白いなっていうふうに思うんだけど、漫画の中には主人公が何のために頑張ってるのか、何の野望を持ってるかわからない、いまいちわからない作品ってあるんだけど、それってやっぱりいまいちなんだよね。だからジャンプはね、そういう風にだいたい主人公が熱い夢を持ってることが多いんだけど、中には銀玉とかね、作者じゃない、主人公銀さんなんだけど、銀さんはね結構大人なんでね、そんなに熱い野望とかはもうなかったりはするんだけど、それはそれで銀玉はそういう話じゃないけど、でも銀さんの中にはね、仲間を大切にしたりとかね、師匠を大切に思ってたりっていう熱い信念はあるんだけど、銀玉の話になっちゃったんだけど、でその中でやっぱルフィって本当に異常なぐらい仲間思いだって、海賊なのにすんごいもちろん麦わらの一味を大切にするのは当たり前なんだけど、本当ね、その村で出会った人とかそういう人たちみんなにも優しいんだよね。でそこももちろん魅力の一つなんだけど、ルフィってめちゃくちゃまっすぐで、ルフィって頭の中で考えたりとかをしないんだよね。絶対に口に出しちゃうっていう。だから漫画って基本なんかそのキャラクターが考えてることのね描写はあるんだけど、ルフィはないんだよね。それがルフィは考えるっていうか動いちゃうみたいな感じで、そういうとこがね魅力だったりするんだけど、それでいてやっぱり諦めないっていうね、っていうのが一番伝わるキャラがルフィだなっていうふうに思うんだけど、ワンピースは、正直ねわかるよ、1話とかあと最初の方ってワンピースに限らずだけど、1話目からドハマりする作品ってあんまりないじゃないですか。だからきっと多くの人はその最初の方を見て、なんかつまんないなと思って見るのやめちゃうみたいな。わかるわかる。それは多分どの作品も1話目からこれやばいって思う作品はあんまないかも。特にアニメとか漫画を普段読まない人にとってはね。でワンピースはどこから面白くなるかっていうと、やっぱり誰もがこの話すごいなっていう風に思うのはアラバスタ編だと思うのね。アラバスタ編はビビっていうアラバスタ王国の王女様が出てくる話なんだけど、漫画だと13巻から10巻ぐらいまで、そこから10巻続いて、アニメだと
90何話100話前後のところから始まります。でもちろんその前からずっと面白いんですよ。もうなんなら1巻から1話の最後からね面白いんだけど、1話はねルフィが子供の時でシャンクスっていうね海賊が出てきて、ルフィとシャンクスのね話なんだけど、でその後ゾロが仲間になってとかで、一番最初に泣いたのはやっぱナミが仲間になる話だから、そこもきっとハマるポイントだとは思うんだけど、その時ねまだルフィ、ゾロ、サンジ、ウソップ、あとナミの5人だけの時ね、そこからもうねすごいルフィがねすごいかっこいいのと、みんな一人一人が本当にかっこいいんだけど、そこでねみんなで戦うっていう話なので魚人と戦うんだよね。でその後は、チョッパーが仲間になってとかいろいろね、もちろんアラバスタの前もね面白い話はあるんだけど、アラバスタの話がすごすぎちゃって、でワンピースって何々編何々編っていろいろあるんだけど、もうどんどんねその何々編が長くなっていくんだけど、本当ワノ国編っていうのが4年間やってたぐらいだからね、もう別のアニメかっていうぐらい長いんだけど、でその長いからもう見てられないみたいな人が多いんだけど、私の妹とかもねそうなんだよ。結構漫画アニメ好きなんだけど、ワンピースは、途中で結構見たんだけどね、もう途中でなんかもう見るのやめちゃって、もう一回見たいなと思ってるけど、ちょっと他のをね見てるから見てないっていう風に言ってたんだけど、確かね長いのよ本当に。でやっぱそれをねずっと真剣に見てるのってしんどいと思うんだけど、やっぱりワンピースは真剣に見ないとその後の面白さが分からなくって、結局離脱しちゃう。で真剣に見ていくからこそ、キャラの一人一人の過去とか発言とか関係性とか全部踏まえてみると、もうねワンピースはねすごいんですよ本当に。もう世界の話っていう感じ。最初はね一つの、海賊がワンピースを目指す、最初小さい船で目指す、仲間を集めていくみたいな感じでスタートしたんだけど、もうどんどんスケールが大きくなっていって、仲間もねみんな魅力的で、仲間たちもねみんな大きな夢があってルフィの船に乗ってるんだけど、もう泣ける感動するシーンっていうのがもちろんこんだけ長い話だから数えきれないぐらいあるんだよね。そこがもうずっと心に残って離れないし、それが間違いなく言えるのがアラバスタ編。アラバスタ編は漫画で言うと10巻まで続いてるから結構長いっちゃ長いんだけど、まだ見れるかなっていう。あと漫画で言うと最近のワンピースね本当にね細かくなっちゃったんだけど、アラバスタとか、もうちょっと先までねまだまだ見やすいというか、話はねずっと一貫してすんごい面白いんだけど、やっぱりもう今はね結構読む文字量も多いしコマも細かくなっちゃってキャラもいっぱい出てきちゃってるから、その当時はねまだキャラも少なかったし、シンプルだったかなっていう感じで、だから漫画かアニメかって言ったらワンピースに限っては両方めちゃくちゃいいんだけど、私個人的に漫画かアニメかって言ったら結構やっぱり声優さんとか歌も好きだからアニメ派なんだけど、作品によっては漫画の方がすごく好きで、例えばこの間アニメ化してたタコピーの現在っていうのを見てる人いるかな。私あれアニメは全然見る気なくって、分かりやすく言うとかっこいいキャラが出ないと私はアニメは見ないかな。漫画の方が自分のペースで進めるから漫画の方が好きっちゃ好きなんだよね。アニメはさなんかつまんないシーンがあったりしても見なきゃいけないじゃないですか。なんか早送りしたらさ大事なシーン飛んでっちゃったりするかもしんないから、だから漫画はねパラパラっと見れるし、タコピーに限っては話は面白くて、タコピーすごい可愛いんだけど別に喋ってる声は聞かなくていいかなっていう感じなんで、漫画でしかも結構暗いシーンとかであんまりアニメより漫画の方がそういう暗いシーンとか怖いシーンって結構
なんかゾクゾクするなっていうふうに思うから、私は漫画の方がね好きなんだけど、でもきっと海外の方はアニメの方が分かりやすかったりするかもしれないよね。ワンピースに限っては漫画読めるなら漫画ねぜひ読んでほしいなと思うし、今電子とかでね買ってもだいぶ安いんじゃないかな。ワンピースの公式アプリ入れると、無料でね毎日ね読めるんですよね。全部は読めないけど、そこで見てみるっていうのもいいかもしれないね。ネタバレできないんでね、すごい深くは話さないですけども、もう本当にワンピースはね、海賊、海軍、革命軍っていうねそれぞれの立場、あと一般市民もいるけど立場の話があって、みんなそれぞれの正義があって、そこがね、ぶつかるんだけど、やっぱりその世界中の均衡バランスっていうのはやっぱこうやって保たれてるんだなっていうのが分かるような作品だし、結局この平等じゃない世の中で違いを認め合いながら仲間になって一緒に夢を追ってとか、そういうのがすごく感じられるのがワンピースかなって思います。だからワンピースめちゃくちゃ長いんだけど、よければ見てほしいなっていうのは、一人でも多くの人に見て多くのことを感じてほしいなっていうのは本当に思いますね。私がワンピースによってすごく救われてきたし、もうずっとワンピースが好きだから、もう毎日ずっと楽しいんですよね。なんか嫌なことあってもワンピースとか、ワンピースだけじゃないけど好きなものたくさんあるから、そういうね趣味とか好きなものがあると人生ってより豊かになるなって思います。で、私はずっとこうやって好きでいられるっていうのもワンピースがずっと続いてるからだし、人気だからだし、作者の方のね不祥事だったり書くのやめちゃったりとかそういうのもないし、声優さんもねちょっとちらほらあったことはあるんだけど、そんなワンピースがね終わるとかそれぐらいのことはないから、だからアニメってね裏切らないとは言わないんだけど、正直最後まで面白いまま終わる作品の方が少ないから、本当ワンピースもそうだしヒロアカもそうなんだけど、最後まで人気がずっと続いてそのまま終わっていくのを見れるっていうのはねすごい幸せなことで、ワンピースはまだ終わってないけどね、だからハラハラしてます。本当に小田先生がずっと元気でいてほしいなって、それで理想の形で終わってほしいなっていうふうには、もしかしたらね小田先生はもう終わりにしたいというか、もうねいつでも終わらせられるっていうふうに考えてるかもしれないんだけど、やっぱり集英社からしたらワンピース終わってほしくないし、いろんな人がねもう一ファンの私もね本当に少しでも長くワンピースを見ていたいから終わってほしくはないんだけど、小田先生が、気に病まない程度に最近ねお休みされたりとかもしてるけど続けてほしいなと思います。だからぜひ時間あるというかワンピース読んでみたいなとか思ってる人は読んでアニメを見てくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしようと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。